シュピーゲルスタッフのヘミです。前の動画でもそうですけど、ちょっと最近カメラマンが変わってます。かなりかっこよく撮ってくれると思います。バンバンにハードル上げていきます。ということで今回グリーンの、かなり高く上げたエブリィの紹介、ノーマルと何が違うかのところをちょっとご紹介していこうかと思います。何回かちょっと登場しているので、ほぼほぼ何をやってるか、どこのメーカーさんの、サスペンションを使ってっていうか、リフトアップキットを使っているかも、結構ご存知の方いるかと思いますが、もう少し、詳しくいけたらと思います。まず特徴的なのは、自社のエアロパーツ、2台持ってます。おそらく今の方ももう動画とかで見られた方いるかと思います。でこっちはちょっとリフトアップの量だったりとか、あとタイヤホイールの、イメージとかからでちょっとこうワイルドな感じで仕上げた車になります。で実際使ってるバンパーは、今度と全く同タイプなバンパー使ってます。ちょっとそしてバンパー自体は、通常コンとかに使っているタイプの、ショート丈のバンパー使ってます。で下側だけをちょっとガード、パイプガードちょっとごつい感じの、スキットとかもついた感じのちょっとごつめの感じ使ってます。紺の方はちょっとスキットプレートって言ってちょっとこう優しい感じに見えるような、もう少しこうソフトな感じ。バンパーは一緒だけど下側のスキット使うか、バンパーガード使うかによってかなり表情を変えることができます。なのでお好みでそのお客さんがどれくらいの車高を上げたいとかどういったイメージとかっていうので、使い分けしていただければいいかなと思います。で実際バンパー自体はもうノーマル外してもらって、ほぼほぼ差し替えだと思ってもらって大丈夫です。でグレードによってはフォグランプついてるついてないがあるので、純正のフォグランプ使ってもらえれば、そのまま、つけるのももう本当簡単につけられるようになっています。なのでそこはお好みに応じて、フォグレスで中網張るとかでもいいかと思います。でほとんどのものボルトオンでつけられます。特に何か大きくやるっていうのはなくいけると思います。ただちょっとバンパー丈が短くなるのでどうしてもインナーのカバー半分ぐらいバンパー重ならないくらいちょっとこうカット必要になります。ともう一つはここの部分少し長くなっているので、ちょっと切り落とした方が全体的見栄え良くなるかと思います。この辺がちょっと加工するところですけど、大きくどこかをバサッっていう感じはないので、現状復帰も可能な部品になります。でこの辺も、ボルトでついていきます。特にどこか穴開けすることなく装着可能です。でもう一つここ今カメラ撮ってもらっててちょっと見えやすいので、この車4インチのリフトアップキットを使ってます。ちょっと当社では取り扱いないので、他メーカーさんちょっと使わせてもらってますが、4インチのリフトアップキットだとちょっと有名なメーカーさんプラスラインさんの、今回使わせてもらってます。こんな感じでよろしょこの辺が、プラスラインさんのキットでついてます。で4インチ使うことで、タイヤも結構大きいタイヤ履けます。タイヤ自体、定番的なバックショット、最近だといろいろなサイズ出てるので、別にバックショットじゃなくてもいいかと思うんですけど、今回バックショットの、1950を使ってます。でホイールに関してもう最近いろいろな車へ使わせてもらってます。 MLJ さんのエクストリーム J 使わせてもらってます。で横に関しては、サイドデカールで結構ボディ全体をこう少し締めてるような感じ。一応こっちに関しても今ちょっと、価格とか調整しつつで、販売に向けてちょっと準備しているところであります。
ただちょっと面積広いので貼るとき、どっちでしょう、ちょっとプロの方とかやってもらった方が綺麗かと思います。でもう一つ中に関しては特にちょっとシートカバー、ブランドの中だとフュージョンという中の、ビーセントっていうシリーズでちょっと生地とかが少しオールドというか。で次後ろ、最もこの車で特徴的なところになります。これ名前の由来、エブリィではなくエブニー、想像していただけて、このテール見ていただけると何と何がガッチャンコしたかすぐ見ていただけるかと。この車うちで作る時の一番最大の特徴というところかなとは、一応、現行型 JB64、74でも大丈夫ですのテールランプがしっかりとインストールできるような作りで、テール自体はもうバンパー専用で作っているので、テールはもう本当ボルトオンで、64のテール、74のテール、車外の LED テールランプとかも、そのままつけられるようになってます。でここでよく聞かれる問題として配線はっていうところあるかと思いますが、配線に関しては、変換コネクタ使っているので、コネクタの加工とか一切なしで、装着可能です。でもう一つ、センサー類に関してはエアロパーツ側には穴は開いてないですけど、エアロパーツ側に毛書き線入れてるので、その位置で穴開けてもらって、センサーの、具合を見ながら、取り付けしてもらえれば、全く位置がないとどこにつけていいのかが分からなくなってしまうんですけど、一応毛書き線入れて、でその毛書き入れてる部分は、純正と同じ位置で入れてあるので、多少若干の違いがありますが、ほとんど純正と同じ位置に戻るように作ってます。一応変えてる点としては、この車両に関してはノーマルからは、フロントバンパーガードでリアバンパーで4インチのリフトアップキットっていう感じがこの車のカスタムメニューになっています。でもう一つこの車、うちの方で、雑誌取材や、イベントなど、もう結構ほとんど終わっているので、車自体お譲りすること可能です。でこちら概要欄にも貼ります、今カーセンサーの方を出してますので、もしそっちも一緒に見ていただければいろいろな、画像の静止画でちょっと出してたりとかするので、そっち含めて見ていただければ。で実際店頭にも置いてありますので、もし気になれば店頭の方寄っていただければ、うちの販売スタッフとかがもう少しより詳しく説明していただくと可能です。気になった方はぜひ店頭とか寄っていただければと思います。一応こんな感じ、ざっとちょっとうまく説明できてるかわかんないですけど、一応今回のこの、エブに、4インチリフトアップの、バンパーガードスタイルのご紹介でした。もしよかったらチャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。カメラマンさんも多分喜ぶと思います。カメラマンさんの今回の撮った画像に対して撮り方に対してもバンバンコメントいただければ徐々に改善していけるかと思います。いずれは登場してもらおうかと思っています。長くなりましたがご視聴ありがとうございました。